どうもこんにちは。すっかりね冬っぽくなってきましたね。山の色もね結構変わってきました。そして北陸らしいね荒れ模様の天候となっております。昨日もね大雨時々みぞれで、今日も大雨強風注意報が出てるんですけど、一瞬ね雨が止んだので、取りに行きました。ただこの後ねまたすごく天気悪くなるんでね、パパッと切り上げたいなとは思ってます。ちなみに明日もね天気がめちゃくちゃ悪いんですよ。北陸の冬がやってきました。今回の動画ではですね、私の動画では少し珍しいご報告、そちらと今やっている家庭のね紹介を少しやっていこうかなと思います。今回関連するのはこちらですね。昨年かな発売しまして、クラウドファンディングを経てね製品化した商品です。今はねこっち側のもっと大きい扇形のタープを作ってたりするんですけど、こちらですねタンスの源さんと一緒に作ってましてですね、なんとか製品化にこぎつけた製品となってます。そして今回のご報告というのが、今回タンスの源さんの公式アンバサダーとなりました。はいタンスの源さんね、今だと佐賀岡さんだったりとかアニモかなスポンサーされてると思うんですけど、またそれとは別でね今回アンバサダーということでちょっと一緒に取り組んでいくことになりました。とは言いつつもね、実はタンスと源さんとは2年前かな1年半前ぐらいから細々とやってまして、基本的にはもう私がちょっと作りたいものを相談してやっていくみたいな感じでやってたんですけど、1年半かぐらい経ちましてアンバサダーとなりまして、ただこのアンバサダーになるにあたってタンスの源さんもそのクリエイターさんの活動に影響出ないようにっていうことで、内容的にも特段アンバサダーになったからそのタンスの源さんの商品全部揃えなきゃいけないとかそういうのは全然なくって、これからも普段通りにできるのと、せっかくねアンバサダーとなったんで私の方もねしっかりやりたいことをもっとグイグイできるかなという感じの取り組みになってます。ちなみにタンスの源さんの中でのアウトドア系に関してはこのエンドレスベースっていうブランドというかシリーズでやっておりますので、ちょっとね気にかけてください。急に晴れてきました。そしてですねアンバサダーとしてやることとしてはですね、普段と変わらないんですよ。私が便利だなとか面白そうだなっていうのをちょっと企画して一緒にこう作っていく流れですね。なので私の活動というよりかはその私の企画した商品を世に出すのが主なミッションなのかなとは思いますね。実際このタープ自体もね最初に1回自分でカーサイドタープやったんですよ。そしたらね今日みたいにちょっと風のある日で悲惨な目にあったんですよね。仕組みはすごいシンプルなんだけど、タープってポールを立ててやったりするんでちょっとコツがいるというか、下手にやると下手に仕上がっちゃうんですよね。なのでできるだけこうシンプルに、なおかつそのいちいちこうタープとかそのポールを車の中に乗せたりするのが面倒だったんで、そこをね解消できるものって何なのかなっていうことで、最初結構こんな感じで雑な設計から始まったんですけど、そこからねタンスの源さんといろいろやり取りをして今回の形になりました。今回広げようと思ったんですけど風が強いので無理です突風吹くんですよね。そういう時は無理をしない。広げるとこんな感じですね。一人でやるにはすごい楽だし広さも十分あるので個人的にはねすごい気に入ってます。という感じでね、最初のその企画のところからね一緒にやっていって商品を世に出していく感じですね。で実はそれ以外にもいくつかあってですね、よいしょ、いろいろ一番最近ではこれですね、車中泊用のマットレス。ちょっと今荷物があるんであれですけど、これはですね軽バンで車中泊してるとどうしてもねサイズ問題があるんですよね。軽の長さってこれ180、190ぐらいしかないんですよ、ここの長さが。よいしょ。そうなってくると今これすっぽり入った。こんな感じで入ったんですけど、この軽バンに合うマットレスって基本アウトドア用のやつで、サイズとか軽さはもちろん合うんですけど、どうしてもね寝心地がねアウトドアだなーって、これが当たり前なのかなって思ってたんですけど、軽バンも頑張ったらねできるんじゃないかなっていうことでタンスの源さんに相談してこちらを作りました。といってもこれ試作機なので実際動画のコメントだったりとかアンケートも取ってね、そちらをもとに今ね絶賛改良中です。
はい、カラーは多分これじゃないです真っ赤なのはね、ちょっとサイズをもうちょっと細かく調整できたりとか、その他もろもろね修正して多分ね製品化までいくと思うんですけどねっていう、この車中泊マット計画、やっぱね快適に寝たいんですよ。競馬に対応するマットっていうことで、キャンプのテントでもねサイズ問題ってあったりすると思うんで、そこでもまあ使えるマットなのかなっていうところですね。こちらまたね進めば動画にするなり何かしらで告知します。そしてこいつたちですね。これもね動き出してから1年経ったかな、1年は経ちましたね。こちらの製品はね四角いテントです。こちらは最初のきっかけは1回目の緊急事態宣言ですね。それを発端にね考えつきました。ちょうどあの頃はね外にね一歩も出れないような状態だったんで、その中でもアウトドアというかなんかできたらいいなっていうのとか、あとまあ自分の空間ですよね。どうしてもみんなが家にいるんで1人の空間っていうのを作りたいなと思ってこちらを考えました。まだね2号機できたところまでは行ったんですけど、2号機がねなんか最初低くて頭つくからちょっと狭いなと思ってたんですけど、2号機でね高くなったのはいいんですけど、高くなったらちょっとぐらつくようになっちゃってっていうのと、あそこまでしっかり家の中にいて家の中で無理やりアウトドアしなきゃいけないみたいな感じのことってなかなかないのかなというところで、この商品設計自体は進めているんですけど、今度は外でも使えそうな感じで今また大きく手直ししているところです。これはねまだ手こずってる最中でございます。ちょっと雨降らなさそうだし立ててみるか。こんな感じ、小部屋が作れるんですよ。はい、という具合ですね。寝ることもできるし、この中に仕事道具持って入ってここで仕事してもいいのかなという具合に考えてました。また室内の中に室内を作るテントじゃなくても外で使えそうなやつで再検討中です。ただタンスのゲーサーの方で今調整してるんですけど、今度は外でも使えそうなやつで内容を聞くとね面白そうな感じだったんで、ちょっとこれ足長になるかもしれないんですけど、またできたらね、紹介したいなと思います。はい、という感じでですね、今は主に動いているのは3つですかね。カーサイドタープと車中泊マットと四角いテント、それ以外にもね企画しててちょっとこれ厳しいかなみたいなやつも実はあったりしてるんですけど、はい、そういうのをね今気軽にやり取りしてる感じですね。でこれからアンバサダーということでファングッズみたいなやつじゃなくてちゃんとした使えるやつをね考えて作っていく予定でございますので、はい、私の活動を通してというよりかはそのタンスの原産でしっかりいいものを企画して作って世に届けるっていうことはね、できたらお互いねいいと思いますしね、私もいい感じだしタンスの原産もいい感じになるし、その商品を買った人もいい感じになるしということで、作った商品をね今回車中泊マットみたいに出していきます。その中でまたコメントでねご意見いただいたところを修正したりしていこうかなという感じです。なのでもちろん悪いところもしっかり見せて、ちょっと商品としてダメなやつをね世に出すわけにはいけないので、よりね良くなるようにやっていこうかなと思います。でもちろんねいろんな意見を聞くとぶつかり合う意見とかもあったりするので、そこは最終私だったりとかタンスの源さんの方で決めで作っちゃってやっていきます。またね好評であれば第2弾第3弾とかでまた派生アイテムを作ったりもするかもしれないので、その辺ね購入していただいた方の声とかを聞きつつやっていきたいなと思います。というわけでですね、今回はタンスの源さんのアンバサダーになりましたというご報告動画でございました。車中泊に関連するものが中心になるとは思うんですけど、それ以外でもちゃんと便利になりそうなものであればいろいろ企画していきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。で今なったばっかりで、とりあえず引き続きいい製品を作って便利に使っていただこうっていうところは決まってるんですけど、それ以外の活動とかはねまたこれやりながらね決めていくことになると思いますんで、タンスの源さんね知らない方もいらっしゃると思うので、ぜひね概要欄にリンク貼ってあるのでぜひ見てみてください。商品点数も多いですし値段もお手頃です。ちょいちょいセールしてるんですよ。7% オフとか 10% オフとか、なんか前は 20% かな、年に1回のセールで 20% オフとかやってた気がする。もちろん楽天の方でも売ってるんですけど、やっぱりタンスの源さんのやつはタンスの源さんの方で買うと商品点数もね実はカーサイドタープも全アイテム揃ってるしで何かといいんですよね。最近アプリもできたのでそちらインストールして見てもらってもいいのかなというところです。はい、というわけで、これからもね、しっかりやっていきたいなと思います今回紹介した試作品たちとか製品の動画とかはね概要欄に置いておくので、ぜひそちら
見てない方はね見てみてください。コメントに関してはね私ももちろん見てますし、タンスの源さんも見てます。またそういったコメントをね参考にさせていいものづくりをしていこうかなと思いますので、特に試作品のやつに関してはコメントお願いします。全部採用はさすがに無理なんですけど、すごく参考にさせていただいているので、より良い製品作りのためやっていきます。というわけで今回は以上でございます。そんじゃあまた。